皆さんこんにちは、ミサです。今回はカスタムブラシの作り方について解説していきます。最後に動画内で作成したブラシの QR コードを載せていますので、よければ最後まで見てくださいね。ブラシの設定は複雑でわからないと感じている方でも、あることを意識すれば簡単に作成することができます。理想のブラシを作成しましょう。ブラシウィンドウを開きます。アイビスペイントには380種類以上のブラシがあります。オリジナルのブラシを一から作るのは大変なので、まず作りたいブラシのイメージに近い既存のブラシを探します。今回は線画を描くときに使うブラシを作成したいので、G ペンハードをベースに作っていきます。G ペンハードは無難で扱いやすいブラシとなっています。このままでも十分綺麗な線画が描けますが、ちょっと普通すぎますよね。ブラシをカスタムして、ブラシに個性を出していきます。ベースにしたいブラシのプラスボタンを押して、カスタムにコピーさせます。ブラシをカスタムするときは、基本からカスタムにコピーさせましょう。カスタムにコピーすることができたら、右矢印ボタンを押して、ブラシのパラメータを開きます。7個のカテゴリーに分かれています。左から基本、入り抜き、形状、ランダム、タイプ、動的、設定があります。まずは太さを調整して、ブラシのサムネイルを見やすくさせます。形状でブラシ自体の形を変えていきます。形状ではブラシの間隔を空けたり、10号比でブラシを縦や横に潰すことができます。キャンバスに試し書きをしながらブラシ形状を調整しましょう。ブラシが完成したら、設定を開いて、ブラシ名変更で、ブラシに名前を付けます。カサカサプレ天才ペンいっぱい好きだからこれでいっか。早速、秀才ペンを使って線画を描いていきます。レイヤーウィンドウを開きます。下書きの上に新規レイヤーの追加をします。下書きレイヤーを選択して、レイヤー不透明度を下げて薄くします。先ほど追加した上のレイヤーに線画を描いていきます。間隔と10号比と角度を変更しただけですが、いい感じのカサカサ具合ですね。カサカサ感をより表現したいときは、太さを細めに設定するといい感じになります。線画が描けました。次は色塗りに使うブラシを作っていきます。先ほどと同じようにブラシウィンドウを開いて、作りたいブラシのイメージと近いブラシを探します。今回は鉛筆グラファイトをベースにしていきます。鉛筆グラファイトはブラシ塗りにとても適しているブラシです。このままでも十分いいのですが、鉛筆グラファイトには混色がないので、
色を混ぜる表現が大変です。あとは塗ったところがムラになるので、滑らかさも欲しいですね。理想の色塗りブラシを作っていきましょう。まずはプラスボタンを押してカスタムにコピーさせます。右矢印ボタンからブラシパラメータを開いて編集します。形状を選択して滑らかさを作っていきます。間隔とパターン不透明度を調整してブラシの密度を高めます。上のブラシサムネイルを確認しながら調整しましょう。ブラシパターンでブラシの種類が変更できます。滑らか感を出したいのでペンハードを選択します。次に混色を設定していきます。タイプを選択します。ブラシタイプを水彩に変更します。混色を調整します。間隔とパターン不透明度を調整したので、ムラなく綺麗に塗れています。混色を上げているので、色の混ざりも綺麗ですね。厚塗りがしやすそうなブラシが完成しました。設定でブラシの名前を変えましょう。滑らかグラファイト混色にしようと思います。滑らかグラファイト混色を使って色を塗っていきます。まずは下塗りを塗っていきます。レイヤーウィンドウを開きます。線画の下に新規レイヤーの追加をします。肌、髪、服はレイヤーごとに分けています。下塗りができました。滑らかグラファイト混色のブラシを使って髪や服に陰影をつけていきます。レイヤーウィンドウを開きます。髪の下塗りレイヤーの上に新規レイヤーの追加をします。クリッピングをオンにします。ブレンドモードを上座にします。最初は大まかに影を入れます。消しゴムで髪の流れを作ります。少し薄い色を作って影をなじませます。いい感じに色が混ざっていますね。最初に暗めの影をのせて、その上から薄い色で色を混ぜると、イラストに深みが出ます。完成です。次に今の季節にぴったりな桜のブラシを作っていきたいと思います。ブラシウィンドウを開いて、桜に近いブラシを探します。今回は桜吹雪をベースに作っていきます。先ほどと同じようにカスタムにコピーさせます。ブラシパターンは桜ですが、本物の桜とは程遠いです。遠くからだと桜の花びらの形も見えないので、まずはブラシパターンから変えていきましょう。ブラシウィンドウを開いて、右矢印ボタンで桜吹雪のブラシパラメータを開きます。形状を選択します。ブラシパターンを雫に変更します。
ブラシパターンの間隔を狭めます。ランダムを選択して下にスクロールします。色ランダムをパターンから終点に変更します。メイドランダムを 100% にします。マイナスにはさせないようにしましょう。桜色にします。この色が支点となります。支点と終点とは、言葉通りですが書き始めが支点で、書き終わりが終点となっています。終点のメイドランダムを 100% にしたので、終点に向かうにつれだんだんとメイドは上がって白くなるということです。実際に使ってみるとこんな感じです。支点が先ほど作った桜色から始まり、終点になるにつれメイドが上がって白くなるおかげで、影っぽくなるので自然な桜を描くことができますよ。ブラシが完成したら設定から名前を変更しましょう。桜ブラシにしました。実際にイラストに使ってみます。まずは木の幹を簡単に描きます。桜ブラシで桜の花を描きます。下にレイヤーを追加して後ろに少し暗めの花びらを描くと奥行きが出ていい感じになります。最後にキャラクターに仕上げをしていきます。今回はカスタムブラシについての解説動画なので仕上げについての解説はしませんが、キャラクターの仕上げについて知りたい方は過去に投稿した仕上げのコツの動画を見てくださいね。秀才ペンがいい味を出していますね。完成です。ブラシをシェアしよう。作成したブラシをみんなにシェアすることができます。まずはブラシの紹介画像を作ります。先ほど作った3つのブラシの QR コードを保存します。点々点ボタンからブラシ QR コードを書き出しをしてフォトライブラリーに桜ブラシの QR コードを保存します。マイギャラリーに戻って左下のプラスボタンで新規キャンパスを作成します。今回は3対4を横に使っていきます。ツール選択ウィンドウのキャンバスから90度回転でキャンバスを横にできます。先ほど保存したブラシ QR コードをフォトライブラリーから読み込みで読み込みます。適当な場所に配置します。桜ブラシがどんなブラシかわかるように桜ブラシのサンプルを添えましょう。秀才ペンと滑らかグラファイト混色も同じように画像を作成しました。紹介画像が完成したらマイギャラリーに戻って I ボタンをタップします。
作品名や説明を変更しましょう。アイビスペイントに作品を投稿するには Twitter、Facebook または Apple のアカウントが必要です。作品が投稿できたらトップ画面のオンラインギャラリーを開きましょう。マイページに行き、作品のカテゴリーをブラシ QR コードに変更しましょう。ブラシをダウンロードする場合は、ダウンロードしたい作品をタップして、真ん中の再生ボタンが消えたらスクリーンショットをしましょう。ブラシウィンドウを開いて、点々点ボタンからブラシ QR コード読み込みをしましょう。カスタムに桜ブラシが追加されました。ブラシ QR コードに投稿してみんなでシェアハピしよう。ご視聴ありがとうございました。